おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、天才たちの集うとこサムネイルで、皆さん引っかかってませんか？ちっちゃいクエスチョンマークがついておりますけど、東京芸術大学ということでお届けしたいと思います。なんぞやっていう感じですけども、これもよく聞かれるんですね。東京芸大ってどんなとこですか？みたいな感じで、私自身は、本当に、卒業してから20年近く経つんで、かなり間違えた情報が多々あるかもしれませんので、勝手に皆さんで調べてもらえたらと思うんですが、芸大って言うんですけども、私関西でずっと過ごしていて、18歳まで関西にいたんですけど、芸大というと東京芸大僕一択やと思ってたんですけど、案外地方に行くと芸大って言いますよね。あれなんやろうなと思って。僕ら関西では大阪芸大は大芸って言ってて、京都一律は京芸とか言ってて、ね、京都芸大がなんか2つぐらいになったらしいですよね。わかりませんけど、そんなんあったりとかして、私ら僕のイメージだと芸大っていうと東京芸大一択なんちゃうかなというふうに思うんですけど、やっぱ天才たちが集ってるんですかみたいな感じで聞かれるんですけど、それもおいおいちょっとお話していこうとは思うんですけども、ちょっとウィキペディア情報を元に話していきますけども、創立は1878年ということから明治11年ということだそうです。東京美術学校から始まってるんですけども、芸大とか東京芸大とかっていうふうに略されています。1887年、1949年に大学設置ということになっておりまして、もともとは前身はですね、1949年に前身の東京美術学校というところと東京音楽学校が統合して設立で、よく芸大っていうのはやっぱり音楽があると芸術になるんですよね。例えば武蔵野美術大学とか多摩美術大学は音楽がないんで、美術大学というふうに言うんですよね。だから金沢美術工芸大学ですよね、確か。あとは愛知県立芸術大学やから愛知県、僕ら愛芸って言ってましたもんね。なんかその名前の呼び方、何でもいいんですけど、そんな風に言ったりとかします。私が行っていたのは1996年から9年間通ってました。だから2005年までやと思いますけども、本当に18年前の話だったりするので、だらだらとお付き合いいただければと思いますけども、入るのがまず難しいです。特に油絵科に関してはものすごく難しくって、デザイン科とか日本画とか油絵、そのあたりが倍率が高いのかなというふうに思うんですけど、デザイン科が高いのかな、ちょっとその辺は皆さん勝手に調べてください。私がいた時は油絵科がやっぱり高かったです。で、試験もまた難しかったです。今もまた変な問題出てるらしいですよね。なんか読んで、これを元に絵を描きなさいとか、あんなんね、地方の高校生とか対策絶対練れないですよね。だから予備校とか、東京の予備校とかに通わんとなかなか対策練れへんな、大手の予備校とか大きい予備校とか行かへんと対策絶対練れへんなっていうふうに見ていたりとかします。私が行ってた時は2700人受けて、で、当時は本当に大学の、本当に団塊ジュニアの世代なんですね。で、ちょっと僕は1年か2年後なんですけども、要は、当時でも多浪生が山ほどいたから、僕が入った時の平均合格で確か 2.5 浪ぐらい。私が2浪で、だから3浪、4浪、5浪とか上の人もいっぱいいたりとか、で、現役の60人、私の時は合格者いましたけど、現役が確か5人ぐらいやったような記憶あります。じゃあ現役で入ったらより天才なのかというと、そこも何とも言えないところで、おいおい話していきますけども、2700人ということで、大学の校内で入試ができなかったので、国技館で試験をしました。一次試験は。で、2700人中だいたい500人ぐらいにギューッと絞る5分の1。だからその一次が難しい。で、何浪もしている人っていうのは、例えば一次は、デッサンの試験なんですけど、鉛筆デッサン。国技館というところでもう本当に当時は大変だったです。満員電車で両国まで行かんといかんという、それで画材を持って行ったり、あとは、マス席というね、相撲を取るとこですから、もともとね、発狂に残ったとこですよ。周りには当時は鷹の花、あけぼのが多かったような記憶あります。私も20年前の話してます。20年以上前の話ですけども、優勝旗があるわけですよ、あれ。優勝旗って写真に絵の具で絵を描くみたいな感じだったような記憶があるんですけど、で、マス席と呼ばれる、要は皆さんがよくテレビ見てたら映ってますよね。後ろの方になんか芸能人とかちらっと映ったりしてる。あれ、マスになってる、四角のね。あれね、多分90センチ四方ぐらいちゃうかなと思うんですけど、
確かそんなもんで、まあ例えば観覧をするんやったらそこに4人座るとかっていう相撲を見るんやったらね。でも入試の場合はそこに1人で座ると。で、だいたい1300人ぐらいが、マス席で、1300人もうちょっとが、2階席と呼ばれる席に、割り当てられる。試験の入試の時に、受験番号が振り当てられますよね。で、その番号が若い者に当たるとマス席。で、マス席の方が良かったいいんじゃないかというふうに結構言われていたりとか、別に合格に関して何かがいい悪いじゃなくて、自分の場所を持てるという。ただ、難点は E0 がないんですよ。で、E0 を持っていかんといかん。で、持っていかんといかんとなると、その満員電車で両国まで行かんといかんという、本当に地獄のような、もう、満員電車であんな E0 とか持ってたら大変でしょ。予備校とかから借りて木の E0 持ってたりするんですよ。で、僕はだから2回末席、1回2階席やったような記憶ある。2回椅子席か。1回マス席、一浪での時が、マス席やったんかなと思います。で、3回受けて2回、一次試験は合格しました。でも太郎とかしている人とかは、油絵のもちろん二次試験の練習もするんですけど、結局、二次試験まで行けなかったら、鉛筆デッサンだけで終わってしまうという、めっちゃかわいそうなんですよ。めっちゃかわいそう。当時のことですけど、めっちゃかわいそうなことが結構ありました。油絵まで行けへんで、1年間何枚も油絵の練習もしてきたのにという、そうなんですよ。案外言われますけど、美術の予備校っていうのがあります。今やとどこですか？水道端っていうところと、お茶日と、新宿。私たちの時は河合塾、今もあるんですか？立火、どこがありました。大きいところはそのあたり、あとは埼玉の最高社とか、湘南とか、なんかそういう予備校っていうのがあって、で、そういうところで対策を練って、日々頑張っていって受験を受けるという感じになるんですけども、私の入試の時は何かね、靴を書きなさい。一次試験靴を書きなさいみたいなんとかあったり、もう次の年は何か石ころみたいな書いたような記憶もあるし、それ違うかな。教える仕事もしてたから、毎年コロコロ変わるんですよ。だから対策がなかなか練れないというところが東京芸大の難しいところかなというふうに思います。で、二次試験になると、油絵と木炭デッサンみたいな感じなんですけども、その油絵に関しても自分の使っている画材みたいなものを持っていくということもあれば、今年は油絵の具を配りますみたいな感じで、全部支給されたという年もあったりとか、その大学の校内で書くということもあったり、学校の敷地内を自由に使って描いてくださいっていう試験もあったりとか、もう本当にもうはちゃめちゃというか大変やと思います。特に教える側、予備校の先生とか高校の先生、学校の先生とかね、対策が練れないというか読めないというか、すっごく厳重にやってます。ものすごい厳重にやって、外に漏洩しないように、本当に助手さんだけで前日は準備とかするとかいうのを聞いておりますけども、すっごい大変だそうです。で、一次試験を通ったらその二次試験に行けるんですけど、二次試験はその上のキャンパスで描くことができるという、本当にそれがなんていうか、まあね、でもそこからまた10倍近くあるわけですよね。500人中60人ということで。で、私が受かった時はなんか、自分のテーマで描きなさいというフリーにやっていいよという試験だったんですね。最近はなんかちょっとそういう自由度の高い試験が多そうな、もちろんあんまり興味ないので、皆さん自分らで勝手に調べてみてください。過去の問題とかへんてこりんなあるので、自分やったらどんな絵描くかなとかって解いてみるのもありかなというふうに思いますしね、考えてみるっていう、本当に対策が練れないようなところかなというふうに思います。で、本当に合格するとした時なんていうのは、当時は今知らないですよ。今のこと全く知らないし、興味がないので全く知らないんですけど、校門を入ったところにデーンと大きい掲示板っていうか、その番号がわーっと書かれているのが貼り出されるんですよ。で、案外ね、遠くの方からピャッと見たら、自分の番号だけ本当光って見えるんですよ。何番やったか覚えてないですけど、2階席の初めの方やったから1300何番台、70何番やったと思いますけども、自分の番号がキラーっと光って見えるんですよ。ほんとベアーっと。で、遠くの方からも見えるというような感じで、
よし受かったぜみたいな感じで、そうするとこう受かった人っていうのは紙袋をもらえるんですよ。芸大合格おめでとうみたいなこう教務課の方に行って、これ入学までに読んどいてくださいみたいなバーっと。で、その紙袋をこう持ってまた上の公園とぼとぼ歩いて帰っていくと、こう向こうからまだ合格発表を見てない人が歩いてくると。で、あの人受かったんやってすぐ分かるわけですよ。もう自信満々で歩いて帰っていくわけですよ。まあ僕なんかめちゃくちゃひねくれてても根性がもう悪い人なんで、その紙袋をその教務課でもらった瞬間中身だけをリュックにぶち込んで、紙袋をポイとこう捨てて、まあゴミになるんでね、で思い出に取っておく人もいると思うんですけど、私みたいにひねくれた人っていうのはカバンの中にぶち込んで、その上のとぼとぼ帰っていくと、なんか小木曽さんなんか、まあ予備校とかです。もう当時教えていたから、あれ小木曽さん落ちたっぽいよみたいな感じボソボソ聞こえてくるんですよ。もう紙袋持ってたら合格なんでボソボソ聞こえてくるんですけど、しめしめなんていう風に、とぼとぼ帰った記憶がございます。じゃあ大学に入ってみてさ、天才たちがいっぱいいたかというと、まあそこのところはもうちょっと後で触れていきましょうか。じゃあどんなカリキュラムがあるのっていう感じですけど、じゃあ入ってデッサンをやりますとかやらないです。特に東京芸大油絵科、今は知らないですよ。石膏デッサンみたいな授業とか何かのデッサンみたいなのはもうそれはできているということが前提で大学に入っていくと。だからその現役ので合格した学生さんってうわ天才とか、例えば地方なんかやったらば天才として崇め立れられましょうよね。よくわかりませんけども、あの子なんか現役で受かったらしいよ、すごいよと。でもやっぱり経験積んでたり知識が多い、太郎すればするほどええというふうには思わないです。僕は変な癖とかついてることも多々あるので、変な癖って受験の癖とかね、がついてたりすることもあるので、でもこう現役で受かった子たちは、私たちの同級生たちはちょっと苦しんでいるなっていうように見えました。多分もう全員がこうお兄さんお姉さん方やったり、それまでは予備校では高校生たちだけで一生懸命頑張ってたんやと思うんですけど、入ったらお兄さんお姉さんたちが周りにわーっとおるから、どうしたもんかなっていう感じで、知識の量とか技術の量、経験の量がやっぱ足らないから大変そうに見えました。だから現役で受かりたいという人も多分もしかしてこの動画見るかもしれないけども、やっぱり知識とかっていうのもしっかりつけておいて、継続的な学習をしていけばすぐ追いつけます。はっきり言ってしまうと。でもなんかこうそこで心ポキッと折れてしまうような子たちもいたような記憶がありますから、入ってからもなんかね、コツコツ何か自分ができることとか、先生たちがいっぱいこういろんなことを好き勝手、もう先生方でそんなもんですけどね、言うんで、その辺自分をちゃんと持ってれば問題あれへんかなというふうに思いますけど、天才たちに見えてきます。どんな授業があったかってちょっと印象深いのが、なんかこう、ドローイング、水彩画なんかで、現代美術をされている僕らの時は上野校舎からスタートするんじゃなくて、砦校舎からスタートしてました。今はどうか知りません。確かもう上野だけかなっていう気がするんですけど、入っていきなりこうなんですか、砦というビッグシティの方に行くんですけども、私の視聴者で砦在住の方もいるからこう難しいんですけど、元気な若者たちがいっぱいいるなっていう、街のイメージですけど、私も1年間住みました。で自転車でこう大学まで通っていたんですけども、ちょっとこうその砦校舎の中にはこうなんていうか野生のお猿さんとかがいたりとかして、おーっとか思ったりとかした記憶があるんですけど、そんなこう大きなこう敷地の中に校舎が建ってて、テニスコートがあって、ちっちゃい学食があって、画材屋さんがあってぐらいの感じやったような記憶があるんですけど、もう20年以上行ってないからよく知らないですよ。現代美術の先生の授業で、なんかこう水彩でヌードのモデルさんを描いている授業があって、でその先生がポロッとなんかこんなとこでアトリエで絵描いてても仕方ないですよねみたいな感じで、これもう時効ですよ、もうその方実はもう亡くなられているので、時効で許してください、もうちょっと外に行きましょうよっつってヌードのモデルさんを連れて、でもう裸のままじゃないですよ、何かを羽織って、でもうすぐ森とかあるんで、今知らないですよ、森があって、その中でこうモデルさんがわーっとずっと森の中自由に歩いてくださいという感じで自由に歩いてるのを私たちが一生懸命絵描くというのはなんか面白かったです。光がポーンとこう人物の裸、今の本当に作品の原点になってるかもしれません。 W 先生って言っていつもアイスクリームを学食の横で食べてはったんですけども、
一回僕電車の中で、なんていうかこう、まあね、芸大出身の人で僕世代の人だとすぐわかると思うんですけど、ちょっと小汚いっていうか、なんていうか、武将、なんていう言葉を選べばいいんだ。ちょっとこう、髭が生えてて、こう、ブサブサっとした先生やったんですけど、電車の中でですね、常磐線の中で、なんかこう、なんていうか、道端で生活されてる方が電車に乗ってらっしゃるのかなと思って、僕は電車クロッキーっていうのをよくやってたんですけど、おっと思って、いいモデルさんおったと思ってずっと書いてたら、途中からその W 先生やっていうことに気づいて、あれと思ってですね、そんな話もあるんですけど、そのなんかもう外でこう書いていたらこう光がピュッと当たるとかっていうのはすごくこう綺麗で面白かったなっていうのを記憶してたりとか、非常勤の先生で S 先生っていう先生が実家が蚕農家で、群馬かなんかの出身やったような記憶あるんですけど、蚕が山ほどあるからっていうのを大量に持ってきてくださって、その蚕をぐつぐつ煮て、それでこうなんかインスタレーション、せっかく砦という土地やから何かこうその蚕のあれを使って、伸ばしてぐつぐつやってとかっていうことをやったのがなんとなく記憶あります。そういったことを授業でやったりします。いろんな授業があります。先生のその中心となる、研究されているとか制作されている研究となるものに付随した本当にがっつりとなんかこう大学の授業らしい授業っていうか、その技術的な授業っていうのは技法材料研究室の佐藤一郎先生の授業で、板30号の板に白味を塗ってデッサン描いて、モデルさんヌードモデルのデッサン描いて転写して、今の作品とほぼ僕の作品と変わらないですけど、そういうのとか、田口康夫先生の最後の授業で黄金背景テンペラ画というのを、目の棒で一生懸命磨いて金箔背景を磨き上げるみたいな授業とかっていうのが僕の中ではなんかこうちゃんとしたというと変ですね。ごめんなさいね。今完璧語弊がある言葉を言ってますけど、他の先生だったら、K 先生も超有名な K 先生なんかはものすごいでかいキャンバスのロール4メーターか5メーター1人ずつ与えて4メーターか5メーターもそこにこうワイパーのように描きなさいって言って2週間か3週間ででっかい絵を描いたっていうあれも面白かったなと。ただどんな絵描いたか全く記憶してませんけど、そんな風なその先生に即したようななんか授業とかがあるっていうのがなんかこう大学の授業かなというふうに思います。自分たちで選べるんですね。その先生がこんな授業をやりますからどないでっかって言って学生さんがじゃあこの4月の頭はこの辺で5月の頭この辺でとかこの先生の授業でっていうふうにこう割り振られていくと。現代美術で超有名な中西夏之先生の授業なんかはなんかこう、忍ばずの池というですね近くにあるからみんなで行って、僕はこれ受けてないんですけど、なんか行ってこう丸い何か輪っかをこうしながらなんかこうしてっていうなんか受けた人もなんかどんな授業やったって聞いてもなんかなんか説明が難しそうにしていたなという、感じです。そういった風に先生方が専門にされているような授業に付随したような考え方とかを学んでいくというのがなんか大学の授業かなというふうに思います。その他例えば武蔵野美術大学とか行ったりとかしていたんで、ムサビとかだったら教職の免許上必要なデザインの授業とかだったらデザインの本当に授業をやったりとか、彫刻の授業で羊の頭ヤギの頭を木彫でガンガン彫っていくみたいなこととかして、なんか自分のやりたいこととかにこうどんどんこう近づいていったりとかしていくという感じです。で、私たちの頃の話ですよ。で、そういう授業で単位を取っていったりすると、だいたい2年生でマックス取れるんですよ。だいたい。で、もう3年生以降は年に2回の講評会があって、で、その時に作品を持ってきなさいみたいな感じで言われて、その時作品を持ってきて、講評会を受けてっていうことで単位がもらえるということだけでした。僕、講評会めっちゃ嫌いだったんですよ。こんな鬼講評会ってボロクソ皆さんの作品言うてるくせにめちゃくちゃ嫌いだったです。そういう年に2回。だから本当に学校に来ている、人間って絵を描くというか、そういうこと以外のことをしている人っていうのはすごく多かったです。例えばダブルスクールして、グラフィックとかの勉強をしてゲームアニメの業界に入っていったっていう人とかもいるし、もうバーテンダーになるっちゅうてもうほぼバーテンの仕事をしているような人がいたりとか、ロックンローラーで、バンドのツアーがあるんやとか言うてる人もいたりとか、もう逆にもう学校休学してチャリンコでアフリカを横断するんやっちゅってチャリンコで横断した仲間同級生もいたりとかしますし、漫画家としてもうすでにデビューしていたみたいな人もいたりします。その辺のすごく自由度が高いっていう感じかなというふうに思います。
じゃあ、ちょっと今回のサブタイトルになっている、サブタイトルというかサムネイルのタイトルになっている、天才たちが集う場所ということで、少しお話ししますけど、ちょいちょいYouTube、他いろんなところで東京芸大天才みたいな感じで書いてあるんですけど、私自身は、私が天才じゃないので、究極の努力家とも思わないんですけど、好きなことただやってるだけなんであれですけど、ちょっと変わったやつというのは多いかなというふうに思いました。武蔵野美術大学と東京芸術大学行ってるから、2つの大学の学生の傾向とかタイプみたいなのが見えますよね。で、変わったっていうと変ですけど、独自の世界観を持っているというのはすごく強く感じました。単純な話で言うと、例えば武蔵野美術大学行ったら、結構皆さん、例えばサークル入るんやーみたいな感じでみんなわちゃわちゃしてるけど、芸大はもちろんサークルとか入っている子たちもいたけど、いやもう大学入ったらこんなことやりたいんや、みたいなのが結構強く見えている人が多いのが、なんかムサビのと芸大の違いかなっていうふうに思ったりとかします。で、何が大きく違うかなと思ったら、やっぱ行動力ある人が東京芸大は多かったような気がする。周りの目とかあんまり気にせんで自分がやりたいことやりませんみたいな人が多いのが東京芸大の学生さんに多い気がして、で、それがなんか一人一人がみんな違う方向にベクトルが向いていくという集団ではなく、個々に何かやりたいっていうことにベクトルが向いていくっていう、本当パチプロになるんやと言ってるやつもおったりしましたし、いろんなやつ言いました。でそのいろんな方向にベクトルが向いてて、それが好き勝手やっていっている。それはなんか大学に入っていく前の予備校の段階とかでも見ていたらそれが強いかなと。簡単に言ってしまうと、自分勝手にできていくというか、自分勝手に好き勝手やっていくと。で、行動できるとか、失敗あんま怖がらんっていう。それはすごく思うなというふうに思うんですね。だから皆さんも天才じゃないと芸術ができないと思われがちですけど、僕正直9年間芸大に行ってムサビに行って、こいつ天才やなっていう人はあんま見かけんかったかな。ただすっげえおもろいなと思う人はいっぱいいました。それは確かです。ただ天才ってなってくると、やっぱり群抜いてるような気がするんですね。で、なんか大学入学の時にその学長から脈々と言われていることがあって、入学式の時にこの中に天才が一人はいるはずですと。で、その一人をみんなでサポートしましょうっていうのが学長の代々言われていた校訓というか、そんな式辞があったような記憶がしてるんですね。で、私自身はそんなあいつ天才やって思うような人に会うことはなかったです。だからすごく東京芸大は天才の集まりでとか、入学した時からすごいんでしょうと思われるかもしれませんけども、やっぱ入学前から唯我独尊我関せず一人でやっていきますって知ったこっちゃないわ精神みたいな人の方が割合として完全に多いなというのが東京芸大の雰囲気かなというふうに思います。これはだからそこまで思い切れるとか感じれるっていうのはやっぱり努力というか、やっぱりそれを後ろ支えする確固たる何かがないと無理じゃないですか。単に独りよがりなわけじゃなくて、自分なりの情報分析ができている可能性もありますし、それなりの数書いてきたかもしれませんし、しっかりとそういう分析とかっていうのできている。要は頭がいいなっていう人は多かったです。同級生同士でなんか高校の偏差値なんぼみたいな感じで話したこと飲んでて思うんですけど、何々県の一番の学校やんとか、多分私が同級生の中で高校で東北のある県の一番の学校とか、群馬の一番の学校とか、なんか何人かいましたよ。っていうのがやっぱりそうか、ある程度やっぱ勉強できる子たちが、たまたま私たちの時っていうのはセンター試験あんまり見てへんかったんじゃないか説が流れていて、今はしっかり見てるらしいですよ。気をつけてください。私の動画なんかあんま信じないようにしてくださいね。私たちの時はあんまりセンター試験なんか芸大は見てなかったんじゃないか説というか、僕は立証していますけど流れていて、で蓋を開けてみたら実は学力がすごいあるっていう、あとは留学したりしたやつもすごく多かったりとか、学生時代に夏休みになるとみんな海外どっか行ったとか、あそこ行ったとかっていう話をよく聞いたりとかしました。そういう点で言うと天才が多いということではなくて、どちらかというとやっぱ行動力があって自分の世界観を持っているとい
いうところが傍から見ると天才に見えてくるのかもしれません。だからあんまり細かいことを気にしないという精神なんじゃないかなというふうに思います。先日も私同級生の個展に行ってきましたけどもう完全に優位が独尊、ビジュアルとしてはほとんど変わっていません。体重も3、4キロ太ったぐらいで、相変わらず、山下清のような感じで、鉛筆だけで描いた作品とかをゴリゴリ描いているという仲間がいたりとか、いろんな仲間がいますけども、本当にそういう、皆さんね、天才がいる大学やと思い込みすぎないように、ぜひですね、上野公園、本当に東京芸術大学ちょっと、財政なんで、もうね、電気、光熱費高騰がかなり影響してるみたいです。で、あれだけの施設を維持するって非常に大変みたいなので、東京芸大美術館っていうのを開けるだけでも相当お金かかってしまうんじゃないかと私は予想してしまうんですけど、アートプラザってあるんですね。芸大のちょっと手前側、もう本当に行ったらすぐわかりますけど、あそこなんかで何かね、ちょっと買い物してあげるだけでも、東京芸大の中にお金がいるかもしれませんので、ちょっと母校を心配しながらこんな動画を撮ってみたという次第です。ぜひ遊びに行かれてみてください。上野公園とかね、国立西洋美術館とか行ったら、そこからこれから秋季節いい時期になった飛び交うのが横ですからね、ぴょんと行ったらジャンプしたら3歩ぐらいで行けますからね、ぜひぜひ、上野第二動物園、違います、東京芸術大学アートプラザなんかも遊びに行ってみてはどうでしょうか。フェノロサじゃなくて、バルザックとかあったりね、中は多少見れると思います。岡倉天心像、こんな森の中にとか、そういうところ校舎の中とか入っていかん方がいいと思います。学生真剣に制作とかしてるかもしれませんので、学食とかその周りぐらいは散策してもいいんちゃうかなと思います。それではまた。